円形建築に関して基礎から注意点、応用編までですね、ご紹介していこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアーク建築チュートリアルといたしまして、円形建築のご紹介となります。以前こちらの本部拠点建設にあたってですね、多角形建築での建築ご紹介させていただきました。土台としてはこういう形ですね。建築をさせていただいたんですけども、詳しくはまたその際のご覧いただければと思います。四角の土台と三角の土台を組み合わせて、高さなどは柱とかですね、応用を効かせながら土台を組んだ状態になってます。こちら比較的ですね、しっかりと土台を組んでる分ですね、結構応用が効いたりもするし、拡張であったり、逆に縮小であったりっていうのもしやすい建築になってます。ただですね、こちらどうしても多角形になってくるという部分がありますので、より円に近い形で作りたいであったり、デザインの兼ね合いとかでですね、別の作り方を知りたいっていう方のために、円形建築に関して基礎から注意点、応用編までですね、ご紹介していこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。普段ですね、こういった形でトラップ動画であったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編、どうぞ。はい。ではまずこちらで建築をしていきます。まず基本的な部分ですね。三角土台で六角形を作ります。実際円形建築自体はいくつか作り方があるんですが、比較的簡単な方法でですね、ご紹介させていただこうかと思います。次に、このまま柵土台を貼るのではなくてですね、ここの境目に天井を置きます。今回わかりやすいように鉄でするんですが、別に木でもいいです。この境目に柵土台を貼る。もしうまくわかりづらいようであれば、回収もできるので、一手間加えるのであれば、2枚貼ってからですね、柵土台を置いていただいてもいいです。で、拾う。で、次またこちらですね。スナップポイントが3つあるんで真ん中。置きにくい場合は、パソコンだと初期設定で9ボタン、プレステ4などですと R1 ボタンだったかな。で、切り替えができるので、その状態で設置していただければと思います。こういうことですね。もしくはこういう状態ですね。2個の方が高さはずれにくいですが、1個の方が割と段差がわかりやすいと思います。ポイントは、ここが綺麗に揃っているかどうか、高さですね。が綺麗に揃っているかがかなり重要なポイントになります。ここがずれると、後々大変なことというか置けなくなってくるので、ご注意ください。例えば、このまま置いてしまうと、こういう形で高さが異なってきてしまうんですね。でこの形だと割とわかりやすいんですが、場合によってはちょっと微妙な高さのズレっていうのも出てきたりするので、注意が必要です。この基礎の部分はかなり確実にしていただいた方がいいです。次に、この引いた柵土台の沿いにですね、天井を置いていただいて、この状態で並べるんですが、ここ一人称にしていただいた方が置きやすいです。追加で3つですね、間に置きます。で、天井は拾うっていう状態ですね。これを角沿いに合わせてやっていきます。はい、これで貼れました。この状態ですね。ニョニョして気持ち悪いですが、綺麗にぴったり揃っている状態ですね。高さがぴったり合っている状態になってます。基礎を確認してですね、高さがずれてないか確認していく必要があります。床張れないだけならいいんですが、
全部作って天井だけうまく置けないっていう可能性が出てくるので、ここは少し手間をかけてもチェックしていただいた方が後々いいです。次に柱を置いていくんですが、これ距離の兼ね合いでですね、すぐ隣には置けません。1個離せば置けるんですけど、なので柱を置いて1つ伸ばせばこれを拾って次を置けると。で、もう1回伸ばすという方法を全部にしていきます。これに対しての注意点になってくるんですが、まず柱を置いてスナップポイントが2つあります。半マスのものと1マスのもの。で、ここに関しては1マスのもので置いていきます。天井を張っていくんでね。で、一応これで半マスで置いて、1回1マスで置いた場合、土台下げの応用で下がる場合があります。ここは高さを注意しておかないといけないです。高さが変わってくるので、しっかりと1マス離れた状態で置いていく。もう一つ注意が必要なのが、柱を置く際ですね、この状態でするものと、もう一つスナップとして、この状態でスナップするものがあります。要するに、この柱にスナップしている状態っていうのが生まれるので、しっかりとこのスナップで引っ張っている状態を作っていただく必要があります。比較的貼りやすいのは置いてそのまままっすぐ引っ張っていただければ距離的に合えばこういう状態で置けます。1マスずつ置いてから一回その1マス離れてずらしておくっていうのも一つ手段としてはあります。その際は回収はできないんですけど、例えば木の柱とかでこうやって置いてで壊したら次はその間ですねで置いてそれに合わせて柱を置く。これでも別に問題はないです。単純にここの柱ですね分資材を消費するだけなのでどちらでもお好みでしていただければと思います。まとめてやった時はさっきの間違って隣の柱にスナップしてないかどうかだけご注意いただければと思います。じゃあ貼っちゃいますね。はい、これで貼り終えました。飛行生物とかで上から見れば割とすぐずれたらですね、わかりやすいかと思います。先に後々説明はするんですが、一回壊してしまうので、門を置きたい方角に一本柱をつけておきます。その対象側にも柱を残しておきます。これで天井をこの柱ごとに貼っていきます。これで貼り終えました。で、内側に貼るときなんですが、床だけ貼るのであれば、このままで普通に何も気にせず貼っていただいていいです。で、この柱もいらないです。ただ、上に天井を張りたい場合に関しては、少し注意点がいります。門の軸として考えた場合のこの1本ですね。この天井、次これなんですが、全部貼らなくても、1マスずらしで床を貼ることはできます。この状態。で、隙間が開かない状態になるんですが、この門の置く1本軸だけに関しては、まっすぐ置いていただく必要があります。詳しくは後ほどご案内させていただきます。この状態で、これで貼っていただければ、綺麗に貼れる状態になります。この状態ですね。真ん中に関してなんですが、これこのまま置いておくと、PC 勢はそんなに気にしないんでいいかもしれないんですが、密集地に置くことになるので、壊した方がいいです。密集の建築物になってしまうので、ここまで来たらこれに関しては、
破壊していただいた方がいいです。塞いでしまうので、もちろん登れなくなるので、恐竜であったり、こういったはしごを置いていただいて登っていただくと。ここからは出れないので、隙間的にご注意ください。一本の板を置き直してもいいんですが、ここの真ん中に関しても、今一本通した柱を置いて、この門を置く予定の位置ですね。を軸に柱を置いて、スナップさせてから蓋をする形ですね。これで、ここからここまで1本のラインに関しては端から端まで繋がっている状態になっています。あとはそれぞれ半周のみでスナップがくっついている状態になるので、これが後々天井を張る場合に関しての土台判定に効いてきますのでご注意ください。次にですね、まず、この先壁を張るにあたってなんですが、いくつか方法がありまして、例えば、この柱に対して土台をスナップさせる場合、これは置けないんですね。これに関して置く場合なんですが、まず、藁の天井を用意します。ちなみになんですが、他の天井ですね、例えば鉄の天井を張ったとして、柵土台を持った場合に、藁の天井の下にですね、こうやって柵がスナップしておけるんですね。高すぎなければ。これ普通の天井の場合はスナップが出ないんですね。こういう形で置けはするんですけど、スナップをしないんですね。なぜかわかんないですけど、藁天井だとスナップします。でこれ一旦壊しますね。天井を一旦張り替えたとします。壁をこの状態、今普通にスナップで置いた状態だと、こういう形になります。奥に1個ずれた状態ですね。別にこれでもいいんですけど、見栄え良くないので、これ1個開けてやりますけど、この状態で1回裏返します。で、設置。柵の表裏あるので、また以前基礎シリーズの方でご紹介しておりますので、わからない方は一度ご確認いただければと思います。この状態で一旦貼ると、こういう形で綺麗に揃っておくことができます。これもし距離感の問題で干渉するようであれば、これも以前お伝えした藁のドア枠と傾斜付きの壁を使って貼っていただければと思います。隙間埋めの手段ですね。こちらとこちらですね。ここも貼り直しますね。で、ここに関しては三人称で見た方がスナップわかりやすいです。真下に立つぐらいの感覚ですね。裏返しておく。で、この状態でスナップポイントいくつか出てしまうので、ちゃんと綺麗に揃ってるかご確認いただいて、ちょっと微妙なんですけど、表裏で少し変わってくるので、合わせていただいて、内側に入ったやつで正しいです。一応、慣れるまでは一個ずつ貼りながらですね。この状態で、貼っていただければいいです。で、普通に地形に貼る場合、やっぱこうやっていけないところが出てきます。この場合に関しては、一回壊してですね。で、傾斜付きの壁で、藁のドア枠。この状態で、あとは、上塗りをすれば綺麗に置けます。この状態ですね。で、あとは、この上塗りしていただければ、綺麗に置けるよという状態になります。ぴったしですね。次にですね、ちょっと真ん中がわかりやすいように上に柱貼っときますね。はい、この軸ですね。一応この軸に合わせてるんで、上からでも真ん中軸わかりやすいんですけど、これが小さくまとまった一番円形の状態で、綺麗に壁が貼れる状態になってます。ここから拡張する場合なんですが、こっち側に伸ばしていきますね。1本ずつ伸ばすことになるんですが、真ん中を1本と考えて、1、2、3がここです。これが4つ目ですね。ここから5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。これでちょうど高さがですね、ちょっと低くなって、うまく置けなくなっているところがあります。で、こういう場合は、土台を使って
安定を伸ばしていく手段もあります。で、これで置けないので、土台も置けないってなった場合は、天井に柱ですね。で、伸ばしていく手段もあります。ここ綺麗にしたかったら、頭出ない方法ですね。以前お伝えしているので、そちらで使っていただいてもいいです。16、17、18、19、20ですね。これで20伸ばしました。同じ感じで一旦貼りますね。はい。これで真ん中を1と考えて20ずつ伸ばした状態になります。ちなみにこれ低くなった時のバージョンですけども、高くなる時はもっと楽で、柱2段にして伸ばしていっていただければいいです。これで、伸ばしていく場合なんですが、できれば全部貼って円形に伸ばしていった方がいいんですが、どうしても大型建築になってくると、全部一気に貼るっていうのは難しいかと思います。なので、このまま伸ばしていっていただいていいんですけども、地形見てですね。いろいろ手段はありますんで、そこは地形に合わせてになるんですけど、それでまっすぐ伸ばします。なので、先にこの柱の上、柱だけで放置してると消えちゃう場合があるんで、せっかく貼った柱が次ログインしたらなくなってるっていう場合があるんで、これとりあえず貼ってっていただきますね。で、これで、この隙間を埋めていく際なんですけども、鉄だと特になんですが、模様になってくるので、同じ統一性を持たせる。これ両方出す必要はないんで、片一方だけ追加するんですけど、右側に出すんであれば、右側に出す形で統一性を持たせると模様的に綺麗になります。1マスの場合ですね。ということで。こっちにも伸ばしていくことになるんですけど、こうですね。で、ここになってくると、隙間が空いてくるので、この場合は、これを伸ばすんではなくて、こっち側、両サイドから1個ずつ伸ばす形でしていただいた方が、見栄えもいいですし、ここに関しては壁張る時のポイントにもなってくるので、ご注意ください。1本ずつですね。はい、この状態で綺麗に揃ってる状態です。では貼っていきますね。ちょっと目印だけつけときますね。こういう感じで隙間が開いてくるので、この場合も片側だけでいい場合は、統一性を持たせて置いていく。ここはもう単純に見栄えの問題でも出てくるんですけども、お好みにはなってくるんですが、大きく作る場合は比較的重要になってきます。多分この作り方をすれば大丈夫だとは思うんですが、壁の向きですね。もう場合によっては、作り方によってはですね、ずれてくる場合があると思うので、ご注意いただければと思います。はい、この状態ですね。で、ずらっと伸ばした状態になります。あとはこれ全部貼っていくような感じになるんですけども、壁を貼っていく際の注意点になるんですが、まず、ここですね。裏表でうまく調整してもいいんですけど、こういう状態になります。ここだと開いちゃいます。裏表で置けたり置けなかったりするんですが、これ外側につけた場合は置けたりします。微妙な判定になるので、どうするかっていうところですが、こっちは表裏どっちでも置けます。ここの重なり具合が変わってくるので、4段目ですね。で、これが3つ目ですね。中心1と考えて、1、2、3個目、天井につけた場合、これが4つ目の柱に天井をつけた場合ですね。で、あとはこの軸に対して、こういう形になっていくので、一回これ伸ばしていきますね。この状態で今5つ目ですね。6つ目が置けないと、この状態ですね。はい、こういう状態ですね。円形建築の場合、全部がうまく重なるわけではなくて、重なるポイントがあるんですね。で今これが、3つ目、4つ目、11個目と12個目。ここちょっと隙間空くんですけど、柱とか置いていただければ埋まります。あと表裏ですね。をうまく合わせていければ、壁1枚分ぐらいずれるので埋めることができます。
19個目ですね。で、20個目に関してはそこそこ開くんですけど、柱とかで埋めていただいて外から見れない状態にするっていうのもできます。逆に差し込み口で置いておいてもいいんですけど、以前の本部拠点ぐらいのサイズになってくると19個目がちょうどいいぐらいになって、20個目だとちょっと隙間が空いてしまうっていうことになります。20ブロックですね。ここに来るとちょっと円形からちょっとずれますけど、多角形よりはまだマシに緩くなる感じです。伸ばせば伸ばすほどやはり多角形にはどうしてもなってしまうんですけど、でここに来ると壁張るの簡単で、幅広いんで、土台伸ばせるんですね。なんでこの土台に柵つけていただいて、で裏返しています。で上は上で天井を伸ばしていただいて外側に貼る。でこれは回収ですね。土台壊してこれにつける、これにつける、これにつける。この状態で張り替えですねをしていただければ壁は綺麗に貼れます。この変な隙間も生まれないので、この状態で貼っていただくと一番綺麗に外側に壁が貼れます。地形によってうまく柵土台を置けなかったりする場合もあるんですけど、これはこっちでも使えますのでね。こういう隙間を埋める際ですねに関しては柵土台を置いて、できれば内側の方がいいです。でこれに対して柱を立てる。でこれで壁を張れば、隙間は一応隠せるっていう感じになるんで、20個目にどうしてもこのサイズで作りたいよっていう時はこれを使っていただければと思います。これも同じ軸向きに合わせて設置していただいた方が見た目的に綺麗になります。どうしても柱向くのがちょうどいい向きではないので、あくまでこの角度に合った角度になってしまうので、いろいろ手段はあるんですが、基本部分としてはこんな感じになります。注意点としてですね、外の壁は貼れるんですけど、この隙間、柱から2マス伸びた状態になると、ここに壁が張れなくなります。支えがなくなるので2マス離れてるんでね。なので作りにもよるんですけど、どうしてもここに壁を張る仕切りを作る必要がある場合に関しては、単純なんですが土台を1個横に伸ばしていただければいいです。この状態であれば貼ることができるんで、もちろん土台壊せば壊れます。なんでご注意ください。2マス伸ばしたぐらいなんで、ここの隙間は空いてると思うんで、全然これで設置できると思います。あとここの隙間に関して、重なりに関してはこのように、これ同じところなんですけど、表裏とQボタン設置する奥につけるか手前につけるかと表裏でこんだけ同じ隙間でもですね位置をずらすことができるので、これを活用いただいて隙間をちょっとでも埋めるっていう手段もあります。この辺の微妙なラインとかですね調整していただければと思います。基本部分に関してはこんな感じですかね。はい。ではですね、続いて天井についてご紹介していきます。通常この円形建築、真ん中抜いた場合に関しては、壁を張る場合、真ん中までにしか判定がない状態なんですね。さっきみたいに、この中心部分に関しては、こういう形で、安定を置いているので置いていくことができます。ちなみに向き的に90度同じ角度のものに関しては貼ることができます。十字的には貼ることはできるんですけど、あとはこの中心地に天井が来れないので半周ずつの支えになっている状態になってます。これ何が重要かっていうと、半周しかないので、例えばここに恐竜門を置いた場合、上に設置ができないんですね。角度が違うので横から引っ張ってくることができません。なのでこういう貼り方をできるのは真ん中に軸を残している角度4面しか使えないっていうことになります。ただこれに関してもこの部分とこの部分ってないんですね。この両隣なのでこのサイズで作る場合に関しては
こういう形で、ここから天井を伸ばすしかないっていう形になります。居留門全開ではない1マス分しか空いてない状態なので、1マス分通れる恐竜しか行き来はできないという形になります。ただ、これ大きくなるとどうなるかっていうと、こうなります。ちょっと大きいんで全部設置してないですが、キンモスゲートであれば、両サイドですね。まず、ここの中心値3マスは同じ角度なので、中心から引っ張ってくれます。で、下の土台伸ばせば、その両サイドですね、広げることができるので、真ん中5マスをカバーすることができます。7マスでもですね。両サイドに関しては、ここから両サイドのやつを伸ばせば横に伸ばせるので、借りづらいですね。実際にやりましょう。こうしますね。で、ここで天井を張っていれば、こっち側にも伸ばせるんですね。同じ角度なので。なので、これを貼ることができます。こっちも一緒ですね。で、例えば、バラ伸ばしますね。中心地に関しては、こういった形で当然ながら伸ばしていくことができます。下に貼ることもできます。この両サイド3マスに関しては貼ることができると。で、もう1マスずつ伸ばしたいので、ここに関しては土台を伸ばすことができるという話ですね。ここが中心で2マスずつ伸ばすという話ですね。で、あと向こうから1個来るっていう形がこの形になるので、これで合ってますね。っていうことになります。これであれば、要は上からですね、全部に対して壁を下ろせるので、大型拠点で天井を張る場合は問題なく使えます。ここ20段なんで少しスペース空きますけど、これ19のところに作っても同じ状態なので、もちろんこの面はまっすぐ削れることにはなるんですけども、そういった形で円形大型拠点を作ることも可能ではあります。真ん中軸残せばですね。で、中心から十字の部分に関しては使うことができます。円形建築の天井についてでした。続いてはですね、こういう偏僻なところに円形建築を建てたい場合なんですが、ここに見ていただいた通り、崖用プラットフォームを作れば、大体どんな地形にも円形建築ができます。多角形もそうですけどね、こういったところでも、もちろんこれから外に伸ばすこともできるので、この形で伸ばしていくと。あとは下に下ろさないといけないんで、大変だったりはするんですけど、崖の上に円形で大きく拠点を作るっていうこともできます。一応崖用プラットフォームだと高さが揃うので、先ほどの4段目ですね、土台を置けなかったと思うんですけど、重なり上ですね、土台を置けたりするんで、こういった形で一旦円形組んだら、この土台に合わせて円形を組んで、ここ壊してですね、土台の高さに合わせていくっていう手段も取ることができます。ここは空いてしまうんですけどね。はい。ではですね、こちらに関して、今この状態ですね。真ん中は壊していただいていいんで、真ん中軸を1と考えたとして、ここですね。2個目ですね。のところに、こういった形で1個飛ばしで柱が張られている状態になってます。はい。これで12個ですね。中心を1としたら2個目の柱ですね。が、立っている状態になってます。何を作るかっていうと、この円形に合わせて金庫を貼ることができます。以前プラットフォーム建築の方でお見せした金庫を落とす置き方を使って円形に合わせてきれいに金庫を置く方法があるので、そちらもご紹介しておきます。まず、この2個目の柱に2個ずつ柱を立てます。壊すので木とかで全然いいです。こういう状態ですね。で、次に、今回鉄でやりますけど、何でもいいです。天井と壁を張ります。この軸に合う床に対して柱を張ります。登って金庫持って、これぐらいですね。から自由視点に変えます。この状態ですね。一回降りて、壁ギリギリ、横見てもいいんですけど、とりあえず奥の壁ギリギリにあります。この状態ですね。はしごはいらないんで、柱を壊します。
これをそれぞれにしていく形ですね。さっき見ていただいた通り、壁張って、はしご張って、だいたいここ緑になるぐらいで自由視点に変えて、降りて、壁ギリギリに貼るんですが、この状態でも実はぴったしくっついてないです。ただ貼れる広さとしてはここになってるんで、この状態で落としていただければ、ぴったし合います。壁に隙間ができちゃうのは気にしなくていいので、設置としてギリギリまで置けるっていうところで置いていただければいいです。はい。ではこんな形で綺麗に円形を貼ることができました。ぴったしですね。でもちろんアクセスもできます。こんな感じですね。一応真ん中は壊していただいた方がいいと思います。これをさらに応用としてですね、プラットフォームとかいろいろですね、先ほどだと土台につけていく形になってたんですが、例えば柱天井で土台を作っているところで一部円形を差し込みたいとかですね、なった場合に関してなんですけど、天井抜きます。三角を貼ります。で、こっちも三角を貼ります。この状態ですね。で、六角形が作れるので、あとは一緒ですね。でなぜか三角の真ん中にはですね、貼れないので、こうですね。このまま貼れば高さ合うんですけど、貼れないので、普段通りですね。この状態で天井をつけて、三角天井の方に行っちゃうんで、ちゃんと天井を見て拾うという形ですね。はい、これで綺麗に六角形に対して作土台ですね、を貼った状態です。ここも一緒なんですけど、はい、これで六角形が貼れました。で、六角形の軸の部分と後で貼った分の高さがですね、いろいろ試したんですけど、やっぱ合わないですね。一番合うのは、この状態で作土台貼ってから六角形貼った方が一番高さ合う。この2本以外は全部高さ合うようになるんですけど、どちらにせよこの建築に対して支障がないので、このままご紹介します。なんかいい方法あればまた教えていただければと思います。このままだと柱が貼れないので、天井を再度ここに貼っていきます。先ほど見ていただいた通り、これ木でやりますね。これ1個ずつ並べておくことはできないので、さっきの高さ違うやつの両隣ですね。1個ずつ開けていくと全部高さ揃います。ちょうど隙間に入るので高さ違うやつがですね、これで作っていただければ、プラットフォーム建築であったり柱天井に作っているところに先ほどの円形金庫を置くこともできます。好きな場所にですね。普通に四角で作っている1箇所に円形金庫であったり、円形の建築をしていくことっていうのはできます。ただしこの状態で2段目伸ばしてここを拾おうとするとこっちも壊れます。なのでここに貼ることができません。なんかいい方法があれば教えていただければ嬉しいです。で、小型円形作る分には問題ないです。あとは柱天井でしている場合とかはこういうプラットフォーム建築ですね。崖用プラットフォームを使って円形組み合わせていただければ組みやすいかと思います。で、一応ですね、この状態で円形組めるんで、大して問題ではないんですけども、こうぴったしと合わしたいよっていう人向けに、もう一癖ですね、つけた設置の仕方があります。手間はかかるんですけど、まず、崖用プラットフォームを使いまして、ここに崖用プラットフォームの場合、線がある。で、柵の場合、この分かれ目の柵があるんで、この部分を合わせていただく。目測にどうしてもなってしまうんですけど、合わせていただいたら10線ですね。で、これをまっすぐ行って、90度向けた場合のちょうど真ん中に行くようにですね、この柵を貼っていただきます。ここに対して90度。ちょっと
もうちょっと奥だったな。卓合わせて、角度回したら、自由視点にして、ちょうどこの真ん中に来るぐらいですね。に置いていただくと。これで、ほぼほぼですね。綺麗にはまる形になるので、これをあと、こことここですね。同じようにします。1個置いてしまえば奥行き大体わかるんで、この角度だけですね。この3本が起点になるので、かなり重要になるんで、向きとこの筋に対しての真ん中かどうかですね。を見ていただいて、これに対して置くと。この状態で真ん中来るように置きます。これであとは、間に貼っていくだけなんで、難しい場合は真ん中に鉄の垂直の配管とかですね、立てていただくと分かりやすいと思います。ちょっとずれてますが、今回はこのままいきます。ずれたままいくとどうなるかっていうのも合わせてご紹介します。でちょっとずれてますよね。この状態で2段伸ばします。で、ここに対して90度伸ばします。これも設置 しにくいので、パソコンなら9ボタン、プレイステーションだったら R1 かな。で、設置をしていただければと思います。ここが割と設置ポイントが乱立するんで、こうですね。はい、置けました。こういう状態ですね。ここから次にすることがですね、壊すんで、バラード台置いていただいて、柵の先っちょですね。に関わるぐらいで大体でいいです。一人称の方が比較的スナップしやすいんですけど、この状態ですね。この状態ですね。こういう状態。この軸に合う角度で、伸びるので、これを作っていただいて、バラード台は壊す。これを一周回っていく感じですね。はい。これで貼れました。バラード台を使って、ちょっと高さを上げた状態ですね。角度台の、高さを操作した状態になってます。で、この状態でこの角度台の真ん中に柱を立てていきます。はい。これで全て柱を貼り終えました。この状態で土台を貼っていくと、この柱にスナップしてですね、土台を貼っていくと、こういう形で綺麗に貼ることができます。ただし、最初の3桁をずれていると、こういう形でずれが生じてしまうので、最初の、ここの起点の部分ですね、最初の3本をしっかりと貼っていただかないと、ここのずれのように発生すると、ここのずれにつながってしまうので、ご注意いただければと思います。ちゃんと貼れば、こういうぴったし合った角が作れるようになるので、今回あえてちょっとずれたやつと2パターンを一気に作ってみたんですけど、こういった違いが出てきてしまうので、ここをきれいに貼るっていうのが重要です。最初の部分ですね。きれいに真ん中に貼れてるかどうかっていうところをしていただければと思います。主に真ん中に管立てていただければですね、配管とかを立てていただければ割と貼りやすい、わかりやすい目印になりやすいかと思います。では、今回は、成功と失敗例ですね、合わせてご紹介したので、ちょっと分かりづらかったかもしれないんですが、もし分からなければまたコメントいただければと思います。とりあえず中心をきれいに合わせれば、今の貼り方をすれば、きれいに円形が作れます。はい。では、いかがでしたでしょうか。本日は、建築チュートリアルとしまして、円形建築についてあれこれご紹介させていただきました。円形金庫とかでですね、かなり利用用途、おしゃれにかっこよく作れるものになるかと思うので、円形建築に関してはですね、いろんな手法があるので、全部というわけではもちろんないんですけども、比較的使いやすいパターンのご紹介をさせていただきました。最後のはちょっと大変なんですけど、最初の3つ置ければ、あとは作業だけなんで、割と楽だと思います。ずれるとさっきみたいになってしまうっていうことですね。最初の柵貼った時にわかるんですけど、そういった形ですね。普段こういった形でトラップであったり建築動画、冒険動画とチュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。